はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ポータブル電源、こちらの方がね、届きましたので、ちょっとね、こちらのご紹介の方していきたいと思います。で、今回ご提供いただきましたのは、はい、こちら、エナーノバさん。エナーノバでいいのかな？はい、エナノバって書いてますけどね。はい。エナーノバさんから、いただきましたポータブル電源、あとこちら 100W のソーラーパネルと、こちらがね、ちょっとケーブルが入っておりますので、ちょっとそちらの方をね、ちょっと開封して、どのようなものなのかね、一緒に見ていきたいと思います。で、今回ご提供いただいたのは、はい、こちら 288Wh、600W 出力となっております。300W クラスと言われる容量のポータブル電源で、定格出力がね 600W というふうになっておりますので、バッテリー容量の2倍の出力が出せるというものになります。で、最近ね 300W クラスのね案件がちょっと増えておりますけれども、今はねやっぱり大きいものよりもこういった小型のタイプ 300W、600W クラス、こういったものがね結構人気あるみたいですね。やっぱり運びやすいですし、重さも軽いですんでね、車に乗せたりとか、しやすいと思いますので、最近はねこういうものが流行っているのかなと思います。じゃあ早速ねちょっと開封の方していきたいと思います。はい、じゃあ今ね、開封の方しました。で、開けてびっくりしたのが、まずね大きさです。めちゃくちゃ小さいです。思ってたよりもねかなり小さいで、ちゃんとね説明書も入っております。で、付属品がね、こちらにありますので、そちらの方もね見ていきたいと思います。はい、結構ね立派な箱に入ってきました。エナノバ、ETA というやつですね。ETA600W 出力の 288Wh 容量というふうになります。今回 ETA というのはね、このエナノバさんの新シリーズになりますので、この上にもね、ETA Pro、ETA ウルトラとね、容量が大きいものがありますが、今回はね、通常の ETA600W の出力の小さいモデルですね。こちらの方をご提供いただきましたので、ちょっとそちらの方ね、実際に使ってみて、見ていきたいと思います。まずびっくりしたのはこの重さ。この大きさですね。はい。めちゃくちゃ小さいです。どれぐらい小さいかというと、またこれね、iPhone これ14なんですが、高さが全く一緒です。はい。ここ、面一緒です。で、横幅がね、iPhone のね、1.5 個分ぐらいでしょうかね。はい、となっておりますので、どれぐらいの大きさかね、大体わかるかなと思います。奥行きはね、こちら。これもね、iPhone1 個分ですね。はい。ちょうど1個分になります。はい。ので、かなりね、小さいっていうのがわかると思います。で、これね、なんか取っ手の方がベルトがついてますね。はい。なんか、こう、おしゃれなベルトでついてますので、持ち運び結構ね、頑丈そうですね。はい。で、ここ金属製のリングがついててね、そこに手提げ用のね、ベルトがついておりますので、持ち運びは大変しやすいと思います。ただね、この上に物はちょっと乗せられないかな。ベルトを外さないとちょっと乗せられないかもしれないです。で、後でご説明しますが、ここにね、また無線の充電器がついておりますんで、こちらがね、ちょっと使えるかどうか、一緒に検証していきたいと思います。はい。じゃあまずね、ちょっとスペックの方ね、見ていきたいと思います。はい。じゃあスペックはね、こちらになっております。ちょっとね、すいません。GoPro なので見にくいんですが、重量の方がね、4kg というふうになっております。はい。で、定格容量が 288Wh。で、AC 出力ポート、純制限波ですね。最近はもう純制限波になっております。これはね、もう調べなくてもね、純制限波で間違いないと思いますので、今回は調べないですが、最近のはね、純制限波がほとんどですね。9割以上は多分これだと思います。はい。で、合計 600W で、ここにあるのがサージ 1100W というふうに書かれてます。これがね、ちょっとミソなんですが、ちょっと後でね、こちらどのようなものなのか、ちょっと試してみたいと思います。あと USB とかね、クイックチャージ USB-C、タイプ C とはありますけども、ここはね、表の通りですんで、あんまりそんな細かくご説明しなくてもね、皆さんも知ってるかと思いますので、USB がちゃんとね、全部揃っておりますんで、タイプ A、あとクイックチャージ、あとタイプ C ね。タイプ C に関してはインアウト共通ですんで、アウトプット出力もできますし、ここで充電のね、インプットの方もできます。はい。あとこちらもね、DC ジャック、あとこちら DC ジャックのアウトという風になっておりますんで、これはね、最近ポータブル電源ではもう標準でついてきてますんで、それがね、全てついてるという風になります。
はい、まあこんな感じでしょうかね。ちょっとざっと説明しましたけれども、あとワイヤレス充電、ここがね、天板の方で、iPhone とか、まあそういったワイヤレス充電対応できるものであれば、15W 出力で、充電ができます。で、LED ライトの方もついております。はい、それじゃあね、ちょっとざっとね、こう外見を見ていきたいと思います。はい。ここはね、ファンがついてますね。こう排気ファンがついております。で、後ろにね、これ、DC の 18V というふうになってますが、これはね、入力ですね。入力、ソーラーパネルとかの充電の入力。あとね、これなんかね、アウトって書いてますね。600WMAX DC のアウトというふうになってますんで、こっからね、出力もできるっていうふうになっております。はい。これ初めてですね。はい。あと、ここがね、LED ライト。あと、はい、シガーソケットのね、出力ができるようになっております。はい、まあ、ざっとね、外見はこんな感じになっております。で、付属品なんですが、はい、じゃあこちらですね。まずこれ、コンセント、充電用のコンセントと、これがね、AC アダプターですね。充電用の AC アダプターになります。はい。あとは車とかから充電できるシガーソケット、これのね充電、まあ、こういったところにね、インプットこういう風に挿して、シガーソケットに挿してあげれば充電ができるというものになります。まあ最近はね、何回もご説明してますけど、車でねこうやって充電してあげた方が、とてもね車に積みやすいですしね、まあ、こういった方が効率的かなと思います。はい。あとこれがね、ショルダーベルトになってます。肩にかける場合ですね。これは手持ち用。あとこれは肩用という風になりますね。ショルダーベルト。これが付属しております。はい。試しにね、ちょっと AC 充電かけてみたいと思います。ちょっとバッテリー容量も今少ないのでね、どんな感じで充電できるのかやってみたいと思います。はい、じゃあね、充電方法なんですが、このね、今 AC アダプター、これコンセントに挿しました。で、こちらがね、XT60 ポートになっておりますので、XT60 っていうことはこっちですね。はい。で、ここにね、充電ケーブルを挿します。これも珍しいですね。はい。で、今どうなったかを見てみます。はい。じゃあ今ね、充電されました。はい。バッテリー容量がね、なんと 0%、0% という風になっております。はい。さっきね、ちょっと電源入れたんだけどつかなかったので、今急遽ね、充電に回しました。で、温度が出ております。19度。これ今ね、多分ここの外気温だと思います。入力の電力がね、今 116W 入力という風になってます。はい。まあ、このくらいのね、入力になっております。じゃあね、先ほど言ったライトの方ね、ちょっとやってみたいと思います。はい。表面がちょっと広範囲にわたるライト、1、2、3、4段階でしょうかね。はい。こういった感じで LED ライト、結構明るいです、これ。はい。が、点灯します。で、横のこれね、スポット的に照射するこのライトね。はい、じゃあこちらはね、2段階と、あとこれが SOS ですね。はい、になります。はい、まあ、これもね結構明るいです。はい、見てわかると思いますが結構明るいです。はい、こんな感じです。結構明るいですね。はい。まあ、最近のポータブル電源はねもう当たり前のようにこういった懐中電灯といいますかね LED ライトの方ついてますんで、とても便利に使えると思います。はい、あとねもう一つの機能として、周波数の切り替えができますので、これをねちょっとやってみたいと思います。AC 電源出力がオフの状態で AC ボタンを3秒間長押しとなってますんでちょっと長押ししてみます。はい、切り替わりました。今ねここはねちょっと見にくいんだけど、50Hz になってます。でもう一回長押しします。はい、そうすると 60Hz。まあこれでね簡単に切り替えできます。じゃあ今回ね 50Hz に設定しておきます。はい、こんな感じでね周波数もちゃんと切り替えできますんで、今までのねちょっと結構中国製の製品はね 60Hz 固定とかっていうのもあったんですが、最近はね 50Hz、60Hz の、切り替えができますんでね大変便利かなと思います。はい、じゃあね AC 出力コンセントの方ね出力していきたいと思います。で AC 出力、これはね600W というふうになってますが、このサージ 1100W っていうのも気になりますので、どんな感じでできるのかね、ちょっとそちらも見ていきたいと思います。はい、じゃあねまず AC 出力の方ねコンセントの出力ねちょっと簡単なやつからねやっていきたいと思います。で今ね最初やろうとしたんですが、はいちょっとねエラーが出てできませんでした。今ね 9%
充電されてます。で、さっきまでね、7% ぐらいまではね、ちょっと出力できませんでした。で、AC のね、ボタンを押してもエラーの、ブザーが鳴ってね、できませんでしたので、7% 以上ぐらいにならないとね、ちょっと使用ができないようになってるみたいです。というふうにね、こちらにも表記されてますんで、はい。で、大体ね、5% 以下の場合は自動的に AC 出力をオフにしますとかね、6% に近づくとブザーが鳴りますとなりますんで、大体ね、7、8% 以上充電されてないと出力はできないみたいです。今 10% になりましたのでね、ちょっと挿していきます。じゃあまず扇風機からね、いきます。はい、じゃあ AC ボタンを押して出力します。はい、じゃあ今ね、だいたい 35W ぐらいかなの出力で、回せました。はい、余裕ですね、これは。そしたらね、次にね、ちょっと大きめのものをね、やっていきたいと思います。はい、じゃあこの電気ケトルね、これ 800W 出力なので、これがね、1100W サージとなってますんで、この 800W をね、動かせるか、これをね、やってみたいと思います。なんかね、ちょっと、出力がね、行ったり来たりしてますね。はい。700、800W 近くまで一瞬出るんですが、また多分ね、切断されて切れるのかな。ちょっと残り 10% っていうのもあるんですが、でもね、はい、ここはね、ついたり消えたりしてます。推奨としてはね、600W 以下でされた方がいいかなと思います。じゃあ次にね、ちょっとソーラー充電。はい、今準備しましたんで、ソーラー充電ね、これをやっていきたいと思います。で、今回、このソーラーパネルに合わせてご提供いただいたのが、はい、こちらです。はい、これね、ソーラーパネルの延長ケーブルなんですよ。これね、ちょっと初めてなんですが、2.5 メーターの延長ケーブル、すごいことに、いろんな端子がね、ついてます。はい、アンダーソン。あと、これがね、MC4 コネクター。MC4 コネクターと、はい、これがね、DC ジャックですね。はい、ちゃんとアダプターもついてます。ので、今回はここに挿したりしますんで、ちょっとこのアダプターを抜いて、挿します。はい、こんな感じでね、挿して充電ができます。このインのところね、このインって書いてある 5V から 20V の、ソーラーパネルインのところに、これを挿します。ということでね、この 2.5m 延長ケーブルがあれば、いろんな機種にね、対応できます。XT60 アンダーソンとね、DC コネクター、MC4 とね、MC4 は入力ですね、とついてますんで、MC4 出力のソーラーパネルであれば、いろんな機種にね、使えますんで、これ結構おすすめです。実際にね、ちょっと接続してみます。はい、じゃあ今ね、設置しました。こんな感じです。はい。とてもコンパクトでね、持ちやすいです。じゃあね、接続していきます。今回のはね、MC4 コネクタ標準装備ですんで。はい、これね、MC4 コネクタ。これにね、接続していきます。はい、じゃあ今ね、こう接続しましたんで、今日はね、はい、今11時15分。はい、快晴です。100% 日射が当たっておりますんで、ちょっと期待できるんじゃないでしょうか。ちょっとね、接続してみます。はい、今日ね、外めちゃくちゃ暑いので、ちょっと中までね、ちょっと撮影で入ってきました。2.5 メーター延長あるので、外から持ってきてね、こうやって中までね、引っ張ることができます。これはね、結構便利ですね。はい。はい。でね、ソーラー入力の充電でちょっと注意事項がありまして、2系統から入力ができます。で、ここにね、ソーラー入力機能というふうにありまして、100W、5から 20V、3.5A の、最大 100W までの入力であれば DC5521 を使用というふうになっています。それとですね、20V までの 18A、最大 240W の、ソーラー出力がある場合はね、これは XT60 というふうになってますんで、今回はね、100W になります。で、100W のソーラーパネルですね。はい、こちらです。
今回ご提供していただいたのは 100W になりますんで、18V 6A という風になってますんで、今回はね、DC コネクタ、こちらからね、入力という風になります。はい。で、ここのね、入力端子が DC5521 という風になってますんで、先ほどのね、2.5m 延長ケーブル、これをね、ちょっと挿してみます。はい。これですね。このインっていうところね、はい。インの5から 20V っていうところでやってみます。はい、じゃあ挿してみます。一回ね、ちょっとコンセント抜きます。はい。で、今ね、入力電力の方が、0になりましたんで、挿してみます。バンバン上がる。はい、20、30、40、50、いきましたね。もうちょっといってほしいな。56.4。はい、56.4W。これでね、止まりました。もうちょっといってほしかったですね。せめて7、80W ぐらいはね、いってほしかったかな。はい、ちょっとね、ソーラーパネル確認します。はい、若干ね、まだ午前中なんでね、日が若干東寄りです。ので、ちょっと東寄りにね、向けてみました。で、それに合わせて、ちょっと入力ジャックの方をね、この XT60、こっちのね、入力にしてみました。そうするとね、78.5 までいきます。これ何なんだろうな。ちょっとね、もう一回 DC ジャックに変えます。はい、DC ジャックだとね、やっぱ 57.3 ぐらいで止まっちゃいますね。これ多分ちょっとね、抑えられてんのかな ?100W まではいけるとなってますが、はい、ここ見てください。今ね、ソーラーパネルが、出力電流が 6A という風になってます。で、今のね、この設置してる 100W ソーラーパネルが 6A 出力なんですが、説明書を見ると DC コネクタ 3.5A という風になってます。はい。ので、今はね、18A まで対応できる XT60、これにね、接続してみます。もう一回やってみます。はい。そうするとね、だいたい希望通りでしょうかね。はい。78.3。今午前中、11時、もうちょっとで25分というところで、日はね、かなりバンバン当たってます。快晴でね、日陰が今一切ない状態で、太陽光もね、パネルをね、だいたい直角に向けたつもりです。はい。それで、だいたい 78.3。数字のいいところじゃないでしょうか。はい。80W、90W いけばね、さらにいいんですが、こんな感じが通常じゃないでしょうかね。はい。なので、ちょっとね、説明書通りにこっち繋いじゃうと結構下がりますので、XT60 コネクターがあるんであれば、もう XT60 に挿した方がいいね、これね。100W ソーラーパネルって結構小さい方なので、それでね、ちょっと制限されるっていうのはもったいないのでね。はい。最大 3.5A という風になってますんで、DC5521 は使わないで XT60 の方をね、最初から使ってあげた方がいいかなと思います。ただ、問題がありまして、AC 電源と併用する場合ですね。はい、ちょっとやってみます。AC 電源は XT60 しかありませんので、これを挿します。はい、そうすると、最大 150W 充電となってますが、今はね、131W で充電されてます。で、ここにね、XT60 コネクタはもう1個しかね、口がないので使えませんので、ここにね、DC5521、これを挿してみます。はい、どうなるか。はい。192W まで上がりました。こういう使い方をする場合は、もうこっち DC5521 ジャック、これをね、使うしかないと思います。ので、コンセントと併用する場合は、DC ジャックを使った方が、効率的にね、できるかなと思います。はい。でね、こちら説明にはね、最大 215W までね、入力ができるということなので、コンセントとこういうふうにソーラーパネルをつなぐと、だいたい 200W 近くね、
まで充電入力ができます。これがね、最大の入力かなと思います。で、200W ですと、こちらがね、288Wh ですので、だいたい1時間半ぐらいあればね、いけるんじゃないでしょうかね。大体 300W クラスだとして、200W 充電だとね、1時間半ぐらいで充電がね、満タンになるかなと思います。今日はね、このままちょっと充電して、来た時にね、もう 0% だったのでね、一回満充電してあげようと思います。で、Amazon のね、商品ページの方にも記載されてるんですが、届いた時にね、0% の可能性がありますというふうに記載されてましたので、ちょっと倉庫とかでね、保管してる間に、だんだん下がってきてね、0% になる場合があるということで、その際はね、一回全部放電して、そこから満充電してくださいというふうになってましたので、そうすればね、通常に使用できますんで、届いてね、電源が入らないとかっていう場合もあると思うんですが、放電してあげて、もう一回満充電してあげれば、通常に使えますということでしたので、今回はね、そういった感じの例になるかなと思います。はい。じゃあいかがだったでしょうか。今回ね、エナロバ ETA ポータブル電源の 288Wh ですね、600W 出力というポータブル電源をね、ちょっと使ってみました。ソーラーパネルもね、今流行りのタイプですね。今流行りっていうのがね、どういうことかと言いますと、材質ね、材質がね、こう硬い材質ですね。で、表面、この角のね、縁の部分もね、丈夫なやつです。で、ワンタッチでね、磁石でできますんで、収納と、開けるときね、ワンタッチで開けることができます。で、ホックがついてますんでね、これも簡単です。はい。で、とても軽量でございます。ので、とてもね、使いやすいかなと思います。はい。100W はね、このパネル2枚、このタイプがね、一番使いやすいんじゃないでしょうかね。これがね、エナロバのね、100W ソーラーパネルでした。あとね、こういった 2.5m のね、こう延長ケーブルを使うと、他のポータブル電源とかもね、他のメーカーさんも使えますんでね、これも一つあるとかなり便利かなと思います。はい。じゃあ今日はね、エナノバの、ポータブル電源、結構使い勝手はあるんじゃないでしょうか。それよりね、何よりこのデザインがかっこいいですね。はい。とてもかっこいいです。持ち手もかっこいいです。あ、スマホの充電忘れてました。スマホの充電はね、はい、ここ押します。はい、そうするとね、光りますんで、それで置いてあげると、はい、充電ができます。はい、ちゃんとね、充電できます。ちょっとこのベルト邪魔なんですが、iPhone であれば、ここにね、ちゃんと収まりますんで、こんな感じでね、充電ができます。はい、15W のワイヤレス充電が可能です。はい、こんな感じでした。今回のね、エナロバさんのソーラーパネル、あとこのポータブル電源延長ケーブルとね、商品リンクの方は概要欄の方に貼り付けしておきますので、よろしければね、ご覧いただければと思います。他にもね、さらに大きい、ETA プロとね、ウルトラだったかな、もありますんで、よろしければね、そちらの方もご覧いただければと思います。はい、じゃあ今日はね、ポータブル電源エナロバのね、ETA のご紹介でした。ありがとうございました。